創業何年ぐらい前ですか？もうね、40、もうかれこれ50年近くなんじゃないかなと思うんだよね。そうね、うちで営業始めたのが、この子が幼稚園の時に始めたから、この場所じゃなくてね、仮店でね、やってて、それこっち来たから。小学校の時こっち来たのか。だから、小学校1年生かな、なんかの時この店ができたんだな、確かに。そうすると何年だかね。あれも今、50、なんか。ご主人と奥さんはおいくつになる？同じ年。83。あとね、新潟の人はね、すごいよ。私もいささかさ、あまり怠けて好きじゃないから仕事するんだけど、もうついていけない。疲れちゃって。もういい加減やめろって言いたくなるぐらいさ、仕事する。具合悪くてもやってるの。だってね、入院してさ、退院してきて、その日にすぐ、2回上がったから何するかと思ったら、白衣着替えてさ、置いてきてすぐ仕事だ。お父さん、今退院してきたばっかしだよ。しなくてもいいよって。いいんだよ。これはね、1ヶ月に病院でね、ゆっくりと休ませてもらったからいいんだ。そういう人だからすごい。とてもにはついていけない。それだったらね、ゆっくりするよね。口は無口だけどね、頑固者でさ。本当に職人魂って言うんだろうね、あれのことをね。昔はね、脱サラだったんだよ。それでやっぱりいろんなことがあって、で家族がね、具合悪くなっても食べていけるようになんかいい仕事ないかねって言って、私が中国の人と昔お付き合いしてたから、その社長のところで話してみたの。そしたら、お前らよかったらさ、じゃあ2人ともこの食べ物商売やんなよと。食べ物商売いいからね、やってみなって。じゃあそうするわって言って、じゃあどうしたらいいって言ったら、千葉の中華飯店の人がいるから、中国の人がね、そこが結構やっぱり繁盛してたらしいのよ。でそこにじゃあ見習いに行きなって言ってさ、教えてくれて、それがまずきっかけ。やっぱり最初に入ったのはね、味付けのいいとこじゃないとやっぱダメになっちゃうもんね。だからなるほどなと思ってさ、でそこ行って、でそこの親方のうちのお父さんがそういう人だから、もう文句言わずにコツコツコツやったみたいで、いつもそこのところアルバイトに来た人褒めたことないんだって。そうしたらお宅のお兄ちゃんは陳さんがすごく褒めてるよ、あんたよく働くんだねってよく褒めてくれたのよ。そういう人だから、ほら口数は少ないけどコツコツやる人だから。それでだから行った先がね、恵まれたんだよね。私は客商売嫌でさ、サラリーマンと一緒になった方がいいと思ってなったのがまた元に戻っちゃう。だから不
思議だよね。テンションになったんです。テンションがなったねこれね。でもうそうなった時はもう仕方ないと思ってさ、諦めよしこれなもう徹底的にやってやれと思って始まったから。だからやっぱり人間に根性がなきゃダメだよ。でね、一回ね、このほら出稼ぎの人が多いじゃん。それで来て、それちょうどうちのお店の前に来て3人来たんだよお客さんがね。でその3人のお客さんがさ「五目そばありますか?」って言うから「五目そばありますよ、こいつは中華だからありますよ」ってこう言ったの。そしたら「五目でも僕たち日本そばがいて日本そばないんだよね」って言ったけど、よしこの3人を逃してなるもんかっていうさ勢いで話してるから。それで「いやうちだって五目そばってね美味しいからいいからねお父さんたち食べなさいよ」って私もすげえ勢いでなんかやったらしいよ。自分じゃ分かんないけども体にねもうそれが全面的に出ちゃってたみたいで、そのお客さん3人がねもう足すくんじゃって出られなくなっちゃったんだって。その人がね「じゃあしょうがないじゃあ食べていくか」って言って、それが縁故でさ分かんない人生でねで食べてくれたとこ「いや美味しかったよ奥さんじゃあまた来るよ」って言うから「うんありがとうよ」って言って、それで帰ったわけ。でそのお客さんが後で「あの時はおっかさんのねそうったらなかったって俺ら足すくんじゃって帰るに帰る」すごいもうほら暇な店だったから3人いたら大変じゃん。これ握られたら大変だと思ってよ。すごい勢いでなんかねもう体にみじみじたみたいな、もう俺は3人が足すくんじゃってよ動けなかったよ取って食いやしねえよって言って笑ったけどさ、後でねでそれがいいことでねこの辺に日本ほどって宿舎があったんだよ。でそこの人たちだったのね。でそれを気に入ってそれから配達取ってくれたりさ、そうやってそういうふうに積み重ねていって結局やっていったわけよ。だからねなんていうのかな、面白いことは面白いなと思うよ。
チャーハンからやってやったね。それからチャーハンと肩焼きやった。はい、これ肩焼き。よいしょ。野菜炒めととんかつやってるから。あんちゃんとしてはラーメンね。これ入ってるかな。ちょっと揚げて。はい、ありがとうよ。はい、いらっしゃい。
母ちゃん、点字どこだ。あ、ここに刺さってる。ここ。本当はもうやめようかなと思ってたんだけど、もう年だからさ。だけどやっぱりやめちゃうとボケちゃうじゃん。そう、そのさ、お父さんも糖尿病でちょっと重いんだからさ、だけどほら一生懸命やってんじゃん。だからボケないとさ、動けるじゃん。ね、国民年金じゃママ食えないし。だから言うと、俺もくたびれたよって言うから、いやくたびれてもよ、お父さん国民年金じゃママ食えねえよ。やってればさ、ボケないし、ね、動かないでというボケてきちゃったら、それこそ施設入ったら大変じゃん。ね、美味しくないところでさ、それより動いて少しでもやっていればさ、ね、気がほら紛るしさ、やれるからいいからさ、やってようよって、そういう感じでやってるから。長い間でやってきたんだよ。それでね、やっぱり縁だよ。人に恵まれたの。